理解説、衝撃、映画ヒドゥンネタバレ解説。あなたはラストを理解できたか？ねえマリサ、今日はなんだかすごい映画を解説してくれるって聞いたんだけど、本当？ああ、レイム、よくぞ聞いてくれた。今日はな、知る人ぞ知る SF アクションの傑作、碑文を、徹底的にネタバレ解説していくぜ。普通の映画解説じゃ物足りない。そんなレイムにぴったりの内容だ。碑文？なんだか隠された秘密がありそうなタイトルね。でも、ネタバレってことは、まだ見てない人には刺激が強いんじゃないかしら？その通り。だからこそ、今回はネタバレ注意。ってことを最初にしっかり伝えておくぜ。でもな、この映画の衝撃的な展開と、特にラストシーンの解釈の面白さを知ったら、もう一度見たくなること間違いなしだ。果たして、この動画を見ているみんなは、ラストの意味を本当に理解できているかな？うわぁ、なんだかドキドキしてきたわ。私もその碑文の秘密、マリサと一緒に探ってみたい。よし、その域だぜ、レイム。それじゃあ早速、碑文の奥深い世界へ飛び込んでいこうか。映画ヒドゥンとは、作品の基本と魅力、カルト的人気を誇る SF アクション映画の概要。さて、マリサ、この映画碑文、どんな作品なのか、もう少し詳しく教えてくれる？カルト的な人気って言ってたけど、具体的にどこがすごいの？レイム。碑文は1987年公開の SF アクション映画だ。監督はジャック・ショルダー。主演はカイル・マクラクランとマイケル・ヌーリーだぜ。1987年か。結構昔だね。ストーリーは？宇宙人がどう絡むの？物語は、ロサンゼルスで起こる奇妙な連続犯罪から始まる。犯人の行動が異常で、警察はお手上げだ。そこに FBI 捜査官のロイド・ギャラガーが登場する。彼は事件の真相を知っているようで、ロサンゼルス市警のベック刑事と組むことになる。奇妙な犯罪と、謎の FBI 捜査官。面白そうだね。ギャラガーが真相を知ってるってことは、やっぱり宇宙人が犯人なの？そうだ。この犯人こそが、後のネタバレで話す何か、なんだぜ。最初はギャラガーを信用しないベック刑事も、異常な状況を目の当たりにしていくうちに、彼を信じるようになる。この二人のバディモノとしても楽しめるんだ。なるほど、デコボココンビの操作も見どころなんだね。でも、どうしてこの映画がカルト的な人気を得たの？公開当時はヒットしなかったって言ってたよね？ああ、公開当時はそこまで注目されなかったんだが、その後の再評価でカルト的な人気になったんだ。独特すぎる設定、低予算ながら工夫された VFX、そしてスリリングな展開が熱狂的なファンを生んだんだぜ。特に、エイリアンの能力と、それを追う過程での人間ドラマが評価された。派手さはないが、設定の面白さと後を引く魅力がある。これが碑文が今も愛される理由だ。奇妙な連続犯罪、何かがおかしい。導入部の引き込み。人間の体を乗っ取るエイリアンだなんて、想像しただけでゾクゾクするわ。映画の冒頭は、どんな感じで始まるのかしら？それがまた、強烈なインパクトなんだぜ、レイム。物語は、一見ごく普通の男、ジャック・デブリーズが銀行を襲撃するところから始まる。彼はもともと、貧困法制な市民だったんだが、突然、別人のように凶暴化して、ショットガンをぶっ放しながら白昼堂々、大金をごっそり奪っていくんだ。ええ、善良な市民が突然、何か理由があったの？それが全くの謎なんだ。しかも、彼の犯行はそれだけじゃ終わらない。高級なフェラーリを奪って街中を暴走し、カーステレオで大音量のロックンロールをガンガン鳴らしながら、次々と破壊と殺戮を繰り返す。まるで衝動の赴くままに、人間離れした凶悪犯罪を重ねていくんだ。ひえー、ただの強盗じゃなくて、もっとこう、得体の知れない狂気を感じるわね。その通り、警察も必死に彼を追うんだが、デブリーズは異常なまでにタフで、銃弾を何発も受けても平然と暴れ回る。そして、ようやく彼を追い詰めたと思ったら、そこでまた、信じられないような事態が起こるんだ。何が起こるの？瀕死のはずのデブリーズが、同室に入院していた別の患者、ジョナサン・ミラーの口の中に、
何か黒いナメクジのようなものを吐き出して、次の瞬間、ミラーがデブリーズと同じように凶暴化して病院から逃走するんだ。それってつまり、そういうことなの？ああ、そこで観客は初めて気づく。犯人は人間じゃない。何か得体の知れない何かが、人間の体を次々と乗っ取って凶悪犯罪を繰り返しているんだってな。この導入部だけで、もう観客の心はがっちり掴まれるぜ。何しろ、誰が次の犠牲者になるのか、誰がそれに乗っ取られるのか、全く予測できない恐怖が始まるんだからな。確かに、それは引き込まれるわね。普通の犯罪映画とは全く違う。異様な不気味さがあるわ。なぜ今見るべきなのか、時代を超えた魅力と再評価。1987年の映画って聞くと、もう30年以上も前なのね。正直、今見ても楽しめるのかしらって思っちゃうんだけど。おいおいレイム、映画の面白さは公開年だけで決まるもんじゃないぜ。むしろこの碑文は、今だからこそ見てほしい。時代を超えた魅力と再評価されるべきポイントが満載なんだ。へえ、具体的にどんなところが、今見ても魅力的なの？まず、さっきも言った人間の体を乗っ取るエイリアン。っていう斬新な設定だな。このアイデアは、後の SF 作品にも大きな影響を与えたと言われているんだ。CG 全盛の今だからこそ、特殊メイクやアニマトロニクスを駆使したアナログな表現が生み出す、生々しい恐怖と不気味さが際立つんだぜ。確かに、最近の映画は CG がすごいけど、手作りならではの迫力ってあるわよね。そうだろ？それに、ストーリー展開がとにかくスピーディーで、観客を飽きさせない。次から次へと起こる事件。誰がエイリアンなのかわからない緊迫感。そして派手なカーチェイスや銃撃戦。80年代の熱気とパワーが画面から溢れ出ているんだ。このテンポの良さは、現代の映画に慣れた若い世代にもきっと刺さるはずだぜ。なんだか、ただ古いだけじゃない、パワフルな魅力がありそうね。ああ、そして何より、この映画が問いかけるテーマは普遍的だ。人間とは何か？信頼とは何か？外見は同じ人間でも、中身が全く違う何かかもしれないという恐怖は、情報が錯綜し、見せかけの姿に惑わされやすい現代社会にも通じるものがあるんじゃないか？なるほど。ただの SF アクションじゃなくて、深いテーマも隠されているのね。そういうことだ。だから碑文は、単なる懐かしの映画としてだけでなく、現代の視点で見直すことで新たな発見や解釈が生まれる、まさに再評価されるべき作品なんだ。未見の人はもちろん、昔一度見たことがある人も、今改めて見ると、きっとその奥深さと面白さに驚かされるはずだぜ。ネタバレ解説。連続殺人鬼の正体とエイリアンの能力。人間ではない犯人、エイリアンの驚異的な能力とは。さてレイム、いよいよ確信に迫っていくぜ。あの凶悪な連続殺人鬼、その正体は一体何だったのか。ごくり、もうわかっているけど、改めて聞くと緊張するわね。やっぱり、あの黒いナメクジみたいなのが。その通り、あのジャック・デブリーズやジョナサン・ミラーを操っていたのは、地球外からやってきた凶悪なエイリアンだ。そいつは特定の形を持たず、人間の体内に寄生し、その体を乗っ取って行動する。まさに隠されたもの碑文というわけだな。やっぱりエイリアンだったのね。でも、ただ乗り移るだけじゃなくて、他にも何か特殊な能力があるんでしょ？ああ、もちろんだ。この悪玉エイリアン、とんでもない能力をいくつも持っているんだぜ。まず一番の特徴は、さっきも言ったように、宿主から宿主へと乗り移る能力だ。瀕死状態の宿主の口から、あの黒い本体を別の人間の口へと侵入させ、新たな肉体を手に入れる。この時、宿主の意識は完全に奪われてしまうんだ。うわぁ。想像しただけでも気持ち悪いし、恐ろしいわね。乗り移られたら、もう自分じゃなくなっちゃうってこと？そういうことだ。しかも、ただ体を乗っ取るだけじゃない。その宿主が持っていた知識や記憶、技術なんかも引き継いで利用できる。だから、車を運転したり、銃を扱ったりすることもできるし、言葉も普通に話せる。見た目は人間そのものだから、
誰もそれがエイリアンだとは気づかないんだ。じゃあ、誰に乗り移っているか、見た目だけじゃ全然わからないじゃない。そうだ。そこがこのエイリアンの厄介なところだな。さらに、身体能力も異常に向上する。銃で撃たれてもなかなか死なないタフさを持っていたり、人間離れした力を発揮したりする。そして何より厄介なのは、このエイリアンが暴力とスリル、そして派手なものを極度に好むということだ。高級車を乗り回し、大音量で音楽をかけ、金品を強奪し、そして何の躊躇もなく殺人を犯す。快楽殺人鬼そのものなんだぜ。ただ生き延びるためじゃなくて、快楽のために人間を操って犯罪を、なんて迷惑で恐ろしいエイリアンなの。だろ？このとんでもない能力と凶悪な性質を持ったエイリアンが、次々と宿主を変えながら街を恐怖に陥れる。これが非分の事件の真相であり、物語の根幹をなす恐怖の正体なんだぜ。宿主を次々と乗り換える恐怖とその手口。マリサ、エイリアンが宿主の体を乗り換えるって言ってたけど、具体的にどうやって？なんか気持ち悪い想像しちゃうんだけど。主に口や目から体内に侵入するんだ。物理的な実体を持たないエネルギー体だからな。口や目から、うわ、ゾワゾワするわ。入られたら、その人の意識はどうなるの？完全に乗っ取られる。体を支配され、エイリアンの意志のままに動かされるんだ。自分の体なのに自由が利かない。自分の体が自分のものではなくなるなんて。そして、エイリアンは宿主の体が傷ついたり、限界が来たりすると、その体を捨てて別の宿主に乗り換える。じゃあ、追われたり怪我したりしたら、その体をポイッと捨てて、また別の全然関係ない人に乗り換えるってこと？まさにそうだ。これが捜査側にとって最大の厄介さ。犯人を追い詰めても、別の誰かに乗り換えられたら、また最初から、無差別にターゲットを選ぶから、誰が標的になるか予測がつかない。うわぁ、それは本当に怖い。いつ自分が乗っ取られるかわからないなんて、乗り換えられた後の元の体はどうなるの？基本的に、エイリアンが離れると宿主の体は死んでしまう。恐ろしい能力ね。そう。宿主を使い捨てる非常さと、それを可能にする乗り換え能力こそが、この映画のサスペンスと恐怖の核だ。エイリアンが地球に来た本当の目的を深掘り。ねえマリサ、このエイリアンって、一体何のために地球に来たの？ただ無差別に人を襲ってるだけなの？いや、レイム。奴が地球でやってることには、ちゃんと目的があるんだぜ。もっとも、地球人にとっては迷惑千万な目的だがな。迷惑千万な目的？どんな？地球を侵略するためとか？資源を奪うとか？いや、そういう大層なもんじゃない。奴は自分の星では犯罪者なんだ。重罪を犯して、ふるさとから逃げ出してきたのさ。犯罪者？エイリアンの犯罪者ってこと？そうだ。そして奴の地球に来た本当の目的は、ズバリ快楽のためだ。快楽？どういうこと？奴は暴力や破壊、そして殺人を心から楽しむ性質なんだ。自分の星では許されない行為を、この地球で好きなだけ満喫するために来たんだよ。ただ暴れたい、殺したいっていう欲望を満たすためだけに、地球に来て無関係な人たちを襲ってるってこと？まさにそうだ。征服とか資源とか、そういう大義名分は一切ない。ただの愉快犯なんだ。宿主の体を乗り換えて、様々な犯罪を実行し、その過程で生まれる混乱や恐怖を味わってる。なんて身勝手で恐ろしい理由なの。自分の欲望のためだけに、他の命をもてあそぶなんて。だろ？このシンプルで邪悪な目的こそが、逆に奴の恐ろしさを際立たせてるんだ。高度な知性を持つ異星人が、こんなにも低俗で破壊的な欲望の塊だってところが、非分のエイリアンのユニークな点だ。なるほど。侵略者じゃない、ただの悪意を持った快楽殺人者。それはある意味、宇宙からの侵略よりも立ちが悪いかもしれないわね。そして、それを追ってきたのが、FBI 捜査官ギャラガーの正体でもあるってわけだ。奴を捕まえるのが、彼の任務なんだぜ。エイリアン対エイリアンだったのね。この目的を知ると、また違った恐怖を感じるわ。物語の核心、
あの衝撃のラストシーンを徹底考察。主人公刑事とエイリアンの攻防、最後の戦い。マリサ、いよいよ最終決戦の場面ね。悪玉エイリアンが乗り移ったウィリス刑事が、ホルト上院議員の講演会場に現れたところから教えて。ああ、講演会場は騒然となる中、ベックとギャラガーが駆けつける。不倫警部補が指示を出して、会場は一気に警戒態勢に入るんだ。警官たちがウィリスに銃を向けて交流すると告げるんだが。でも、ウィリスは素直に応じないわよね。そうだ。隙を見て警官を射殺し、銃撃戦が始まってしまう。上院議員と秘書はボディガードに守られながら厨房へ避難するんだが、ウィリスは警官たちの集中放火を浴びてもひるまず、反撃しながら奥へと進んでいく。あのエイリアンの体なら、多少撃たれても平気なのかしら。ベックとギャラガーも追いついて、戦いは厨房へもつれ込むんだよね。まさにその通り。激しい銃撃戦の中、残念ながらベックが弾切れになってしまう。無防備になったところを、ウィリスに撃たれて瀕死の重体になってしまうんだ。ああ、ベック刑事が、ここで戦線離脱してしまうのね。ギャラガーと不倫警部補たちが駆け寄るけど、ああ、ベックはもう戦える状態じゃない。ウィリスはさらに奥へ進み、上院議員を守っていたボディガードたちも次々と射殺していく。上院議員は秘書を何度に隠して、一人でウィリスと対峙する形になる。その時、ギャラガーが駆けつけた時には、すでにウィリスは死亡していたってことだったけど、エイリアンはどこへ行ったの？そこなんだ。ウィリスの体は力尽きたが、あのエネルギー体であるエイリアンは別の宿主を探す。警備の警官たちに囲まれて移動するホルト上院議員に、奴が乗り移ったことを示唆する描写がある。上院議員が舌なめずりをするんだ。やっぱり、次に狙ったのは上院議員だったのね。ああ、そして、事態を察知したギャラガーは、一人でエイリアンと最終決着をつける覚悟を決める。一度現場を離れるんだが、それは特別な準備をするためだった。そして、再び公演会場に戻ってくる。大きなバッグを持ってたわね。あれが、そうだ。ギャラガーはバッグの中身を見られそうになって逃げ出し、追われる中で上院議員のいる公演会場へと走る。その時、上院議員エイリアンは不倫警部補から銃を奪って暴れ始めていた。うわぁ、絶対絶命じゃない。そこでギャラガーだ。撃たれながらも、彼はバッグから取り出した火炎放射器を上院議員に向けて発射する。炎に包まれて倒れる上院議員。そして、その口からついに、あの黒いナメクジのようなエイリアン本体が姿を現すんだ。出たー。あの本体。ギャラガーはもはや満身創痍だったが、それでも立ち上がり、手に持っていたもう一つの武器を、姿を現したエイリアン本体に向ける。そして、その武器から放たれた光線が、悪玉エイリアン本体を直撃し、どうなったの？悪玉エイリアン本体は、光線によって爆死したんだ。これで、長きにわたる恐怖の根源は、ついにギャラガーの手によって滅ぼされた。かに見えた、というのが、この最終局面の壮絶なクライマックスだ。ラストシーンの解釈、エイリアンは消滅したのか？マリサ、最終決戦のあの後、ギャラガー刑事が火炎放射器でホルト上院議員を倒して、口から出てきた黒いナメクジみたいなエイリアン本体を、専用武器で破壊したんでしょ？あれで、悪玉エイリアンは完全に消滅したってことだよね？ああ、レイム。あの黒いエイリアン本体は、ギャラガーの放った光線で爆死した。物理的な存在としては、あの場で完全に破壊されたと言っていい。長きにわたるエイリアンとの戦いは、ここで一つ大きな区切りを迎えたんだ。やったー。これで地球は平和に。いや、話はこれで終わりじゃないんだ。ウィリスに撃たれて瀕死の重体だったベック刑事を覚えているだろう？彼はまだ既得状態だった。そうだった。ベック刑事、頑張ったのに。最終決戦の後、ギャラガーは一人、入院中のベックの病室へ向かうんだ。そして、そこで信じられない行動に出る。自分の口から、光のような生命エネルギーをベックの口に移し替えるんだ。自分のエネルギーをベック刑事に、何のために？おそらく、ギャラガー自身も我々が追っていたエイリアンとは違う種類の、
人間と共存しうる善良なエイリアンだったんだろう。悪玉を倒すという使命を終え、最後に、相棒であるベックの命を救うために、自身の全ての生命力を分け与えたんだ。じゃあ、ギャラガー刑事は、ああ、ギャラガーはベックに命の光を与え終えると、静かに生き絶える。そして、瀕死だったベックは奇跡的に回復するんだ。医者とベックの妻が駆けつけた時には、ギャラガーはこと切れ、ベックが妻にと声をかける姿があった。そんな、ギャラガー刑事は、ベック刑事を助けるために、自分の命を犠牲にしたんだ。悪玉エイリアンは消滅したけど、ギャラガー刑事もいなくなっちゃったのね。そういうことだ。悪玉エイリアンはギャラガーによって倒され物理的に消滅したが、ギャラガーという存在は、ベックの命を救うという形で自己犠牲を選んだ。エイリアンという存在が完全に地球から消え去ったか、という問いに対しては、あの悪玉は確かに滅んだが、善良なエイリアンの命はベックへと受け継がれた、とも解釈できる余地を残しているんだ。ヒドゥンが投げかけるテーマと観客に委ねられた解釈の余地。マリサ、悪玉エイリアンはギャラガー刑事に倒されて消滅したけど、ギャラガー刑事自身もベック刑事を救うために命を落としちゃった。なんだか切ないラストだったわね。ああ、あのラストシーンは単に敵を倒して終わり、という完全懲悪の物語では片付けられない深さがある。これこそが、非分という映画が単なる SF アクションに止まらない理由なんだ。深さ？どんなことかしら？一つは、善と悪の対比だよ。同じエイリアンという異種でありながら、無差別に人間を傷つける悪玉エイリアンと、人間のベックと絆を築き、最後には自己犠牲まで払うギャラガー。異性の存在にも明確な善悪があることを描いている。確かに、ギャラガー刑事は、人間以上に人間的だったかも。そして最も重要なテーマは、人間性や意志間の絆だ。言葉や文化は違えど、刑事という同じ職務を通じてベックとギャラガーの間に芽生えた信頼関係。ギャラガーがベックを相棒として深く思いやり、自らの命を投げ打ってでも救おうとした行為は、人間が見習うべき真の友情や献身とは何かを問いかけているようにも見える。ギャラガー刑事がベック刑事に命の光を移すシーンは、まさに絆の結晶だったわね。そうだ。さらに、この映画は観客に解釈の余地を委ねている部分もある。エイリアンは消滅したのかという問いに対して、悪玉エイリアンは物理的に滅んだと描写されている。だが、ギャラガーがベックに移し替えた命の光は何だったのか？単なるエネルギーなのか？それともギャラガーの魂や意識のようなものも含まれていたのか？それって、ギャラガー刑事はベック刑事の中で生き続けている可能性もあるってこと？公式な描写以上のことは言えないが、あのシーンから、ギャラガーの存在がベックの中で何らかの形で受け継がれた、と解釈するファンも少なくない。ギャラガーの人間への愛や、相棒への思いが形を変えてベックの中に宿った、と考えることもできる。なるほど。単にエイリアンが倒された話じゃなくて、人間と意志間の間に生まれた奇跡のような絆の物語であり、その結末の解釈は私たち観客の心に委ねられているのね。そういうことだ。だからこそ、非分は単なる B 級 SF ホラーという枠を超えて、見る者に深い感動と考察の余地を与える名作として、今も語り継がれているんだと思うぞ。総評またはまとめ。いやー、SF アクションかと思いきや、最後は予想外の展開で、本当に深い話だったわね。非分。ああ、そうだな。手に汗握るカーチェイスや銃撃戦の激しさはもちろん、善玉と悪玉、二種類のエイリアンが人間に乗り移って戦うっていう設定がまず斬新だった。そして何より、あの衝撃的かつ感動的なラストシーンだ。単なる完全懲悪では終わらない、命の尊さや自己犠牲といったテーマを見る者に問いかけ、深い余韻を残す。まさにカルト的人気を誇る傑作 SF スリラーと言えるだろうな。未見の人は、ぜひ一度見てほしいぜ。私ももう一度見返したくなっちゃった。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。